第3章、下方戦力の損失。ロシア軍の戦闘様式を支えている中核が砲兵戦力です。ロシア軍はソ連軍時代から砲兵は戦争の神と位置づけてきました。戦車や歩兵が前進する前に大量の火力で敵陣地を制圧する戦術思想を強く信奉している軍隊です。ウクライナ戦争においてもその基本戦術は変わっていません。しかしその中核である下方戦力も大きく消耗しています。ロシア軍はソ連軍の戦術思想を継承しており、西側諸国と比較して下方数が多く自走化も進んでいます。その結果、自走砲の損失数も大きくなっています。自走砲の損失から見ていきましょう。自走砲は装甲車両や装輪車両へ火砲を搭載した火力支援車両です。牽引式榴弾砲と比較して高い機動力を持ち、射撃後に素早く陣地転換できることが特徴です。これにより対砲兵射撃を受ける前に陣地を移動できるわけです。砲兵の放った砲弾は戦場監視レーダーや対砲迫レーダーによって探知され、発射位置を特定されます。そのため砲撃を受けてから早い軍では3分程度で対砲兵射撃が始まります。それを避けるために射撃後素早く移動することが必要です。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の自走砲損失は844両です。内訳は破壊689両、損傷46両、遺棄10両、鹵獲99両となっています。各種シンクタンクや軍事アナリストの推定をもとにすると、実際の損失は1260両から1690両程度に達している可能性があります。ロシア軍は開戦前、約3000両の自走砲を現役配備していたと考えられています。確認損失だけでも現役配備数の約3割に相当します。特に損失が大きいのは 2S19 ムスタース、2S3 アカーツや 2S1 グボズジーカなどの主力車種です。次に牽引式榴弾砲の損失を見ていきましょう。牽引式榴弾砲は自走砲と比較して機動力では劣るものの、構造が単純で生産や整備が容易という特徴があります。ロシア軍は現在も大量の牽引式榴弾砲を運用しています。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の牽引式榴弾砲損失は471門です。内訳は破壊296門、損傷49門、遺棄10門、鹵獲116門となっています。各種シンクタンクや軍事アナリストの推定をもとにすると、実際の損失は700門から940門に達している可能性があります。牽引式榴弾砲は撤収に時間を要するため、急速な交代時には放棄されやすいという特徴があります。実際に確認損失471門のうち116門が鹵獲されています。ロシア軍は開戦初期のキーウ方面やハルキウ方面で多数の火砲を放棄しました。次に多連装ロケットシステムの損失を見ていきましょう。多連装ロケットシステムは短時間で広範囲へ大量の火力を投射することを目的に開発された兵器です。精度より量と打撃を与える範囲が重要になります。ロシア軍の重心打撃能力を支える重要な火力戦力でもあります。ウクライナ戦争では BM21 グラート、BM27 ウラガン、BM30 スメルチ、トス 1A などが投入されてきました。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の多連装ロケットシステム損失は430両です。内訳は破壊352両、損傷16両、遺棄6両、鹵獲56両となっています。各種シンクタンクや軍事アナリストの推定をもとにすると、実際の損失は645両から860両程度に達している可能性があります。多連装ロケットシステムの損失拡大はロシア軍の面制圧能力や重心攻撃能力の低下につながっていると考えられます。次に防空システムの損失を見ていきましょう。ロシア軍の防空システムは多層防空網によって構成されています。長距離防空を担う S300 や S400、中距離防空を担うプルク、近距離防空を担うトーリやパンツィ、これらを組み合わせることで戦場全体を防護することを目指しています。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の地対空ミサイルシステム損失は279機です。内訳は破壊210機、損傷31機、遺棄6機、鹵獲32機となっています。
各種シンクタンクや軍事アナリストの推定をもとにすると、実際の損失は420機から560機程度に達している可能性があります。近年ではウクライナ軍の長距離無人機やミサイル攻撃によってロシア本土やクリミア半島に配備された S300 や S400 も損失を出しています。防空レーダー、指揮統制システム、発射機、訓練された要員を同時に失うため、防空網の再建には長い時間を必要とします。また、パンツィリなど一部の防空システムでは西側製電子部品への依存が指摘されています。経済制裁による部品調達の制約が長期化すれば、ミサイルや発射機、レーダーの生産能力へ影響を与え、現在の損失ペースに生産が追いついていない可能性があります。下方戦力全体を見てみると、自走砲844両、牽引式榴弾砲471門、多連装ロケットシステム430両、地対空ミサイルシステム279機が確認されています。合計確認損失は2024件です。推定損失は約3000機から4000機規模に達している可能性があります。ロシア軍は現在も火砲や防空システムの増産を進めています。しかし、生き残っている方も射撃をするたびに砲身は摩耗し、命数、発射可能な砲身の寿命は縮まっています。しかし、大量の砲を前線で使用し、2023年には一度に1000門以上の砲の命数が尽きる事態となっています。この砲身の命数問題は、ロシア軍の砲兵戦力が今後維持できるかどうかの重要な要素です。開戦前、ロシア軍は2万門以上の砲を保管していたと推定されますが、衛星写真による分析では、使用可能な状態の火砲は大幅に減少していると考えられています。ロシア軍の 152mm 砲の砲身の生産能力は、戦前の推測では年間100門とされていましたが、現時点で倍になっていると仮定しても200門です。戦場で使用されている砲が1000門と仮定し、ロシア軍が2023年には1日5万発以上砲撃していましたので、単純に割ると1門あたり1日50発発射していることになります。毎日50発を300日発射すると1万5000回砲撃することになります。ロシア軍の砲の命数は5000発から2万発と推定されています。幅があるのは旧式兵器ほど砲身寿命が短く、最新の砲身ほど命数が長いためです。よってここは新旧織り交ぜて1万発を命数とすると200日で砲身の寿命がつきます。2025年末までに約1400日が経過していますので、約7000本の砲身が消耗された計算になります。本文作成中の2026年6月14日時点では約1570日が経過していますので、約7800本の砲身が消耗された計算になります。ただし、今回は命数を平均1万発と推定した上での話です。ロシア軍の火砲は旧ソ連製が多く、実際の平均命数はさらに低いと思われます。その上、戦闘による損失が上乗せされますので、火砲については日々減少している可能性が高いです。それは年間の砲身生産数が200本であっても300本であっても減少していることに変わりはありません。損耗、損失は合わせて年間で3000門と桁違いに発生しているからです。この砲の命数による砲身枯渇問題については、今後どこかで詳しい数字を調査の上、推測をできるだけ減らして詳細に分析、ご報告する機会を作ろうかと思っております。次章では航空戦力の損失について見ていきましょう。第4章、航空戦力の損失。ロシア航空宇宙軍は世界有数の規模を持つ航空戦力です。開戦前、多くの専門家はロシア軍が短期間でウクライナ上空の制空権を確保すると予想していました。しかし結果は異なりました。ウクライナ軍の防空システムは開戦初期の攻撃を生き残り、現在も機能し続けています。その結果、ロシア軍は戦争開始から4年以上が経過した現在も完全な制空権を獲得できていません。航空機の損失から見ていきましょう。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の航空機損失は118機です。内訳は破壊109機、損傷9機です。航空機の実際の損失も確認数に近い数字と考えられています。開戦前、ロシア航空宇宙軍は約1500機の戦闘機、攻撃機、爆撃機を保有していたと考えられています。
確認損失だけでも開戦前保有数の約 8% に相当します。航空機の損失は地上装備と比較して件数が少なく注目度も高いため、多くの場合映像や衛星画像によって確認されています。ロシア軍の航空戦力は戦闘や事故で消耗もしていますが、生産ラインが稼働している機体については生産を続けています。その結果、スホーイ57第5世代ステルス戦闘機、スホーイ 35S 第 4.5 世代多用途戦闘機、スホーイ34、スホーイ 34M 戦闘爆撃機、スホーイ 30SM2 多用途戦闘機などの新鋭機は毎年着実に生産しており、ロシア軍の装備の中で唯一消耗より生産が上回っています。またスポレフ 160M2 ブラックジャック戦略爆撃機については新たに生産ラインを作り、数十年の時を経て生産を再開しています。さらにはロシア航空宇宙軍はこの戦争によりパイロットが実戦で経験を積み練度が上がっているとする分析もあります。しかしロシアの航空戦力が温存され保有数が増加傾向にあるとはいえ、西側の地対空ミサイルを多数装備したウクライナ軍がいる限り制空権の獲得は難しく、大規模な航空作戦の実施には引き続き制約があると考えられます。ロシアは開戦激闘で数十機の戦闘機や戦闘爆撃機、攻撃機を失いました。そのためイランからシャヘドを導入し、ライセンス生産しながらキーウなどの都市部を無差別に攻撃しました。その結果、ウクライナは欧米から多数の防空システムを供与され、世界有数の防空システム保有国になっています。これからロシア軍が航空戦力を大量投入して何か作戦を実施しようとしても、多くの損害を重ねるだけで効果は薄いでしょう。逆にウクライナ軍はロシア軍の防空システムを着実に削りつつ航空戦力の充実を図っています。航空戦力の分野においてもロシアが長期的に優位を維持できるかは不透明です。次にヘリコプターの損失について見ていきましょう。ヘリコプターは地上部隊への近接航空支援、兵員輸送、補給、偵察、指揮統制など多様な任務を担う航空戦力です。特にロシア軍はミル8輸送ヘリコプターやカモフ52攻撃ヘリコプターを中心に大規模なヘリコプター戦力を運用してきました。開戦初期のキーウ侵攻ではホストメリ空港への空挺作戦に多数のヘリコプターが投入されました。しかしウクライナ軍の携行式地対空ミサイルや防空システムによって多くの損失を被りました。その後2023年のウクライナ軍反攻作戦において対戦車火力として投入され、敵の射程外から西側の主力戦車を撃破するなど活躍もわずかにありましたが、マンパッズによる損害が増え、現在は前線ではほとんど見かけません。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍のヘリコプター損失は175機です。内訳は破壊137機、損傷36機、互角2機です。実際の損失は確認数を上回ると考えられていますが、大きく乖離していないと推定されています。開戦前、ロシア軍は約1400機の軍用ヘリコプターを保有していたと考えられています。そのうち攻撃ヘリは400機から430機と推定され、稼働状態にあったのは7割程度とされています。確認損失だけでも開戦前保有数の 12.5% に相当します。次に機種別の確認済み損害数です。カモフ52アリゲーター、ロシア軍を代表する最新鋭の二重反転ローター式攻撃ヘリコプターです。攻撃ヘリとしては異例のサイドバイサイド横並び型をしています。高性能センサーを生かした指揮、索敵および長距離精密攻撃を担うため、基本的には前線より後方に位置します。そのため機種に機関砲はなく、10km 程度の距離を取って長距離ミサイルで攻撃を行います。この最新鋭の機体がヘリコプターの中では最も大きな損失を被っています。カモフ52アリゲーター攻撃ヘリコプターは66機以上の損失が確認されています。開戦前に130機を保有していたと推定されることから開戦前の半数を失っています。ただし生産も続けている機体であり、2022年後半からは最新型のカモフ 52M の量産に入っており、ロシア政府は生産数を倍に引き上げたと発表しています。開戦前の生産数が年間15機であったことから、ロシア政府の発表通りであれば現在は倍の年間30機を生産していると考えられます。そうなると開戦後の生産数は
100機以上となり、消耗した機数を大きく上回ります。大半が破壊され、数機が損傷しています。次に、ミル28ナイトハンター攻撃ヘリコプターは、19機の損失が確認されています。開戦前の保有数が約100機ですので、約 20% の機体が失われました。主に、前線での近接航空支援任務中に損失を被っています。タンデム型縦並びシートを採用しており、重装甲で機種に回転型機関砲を搭載しており、従来型の直接対地攻撃を目的としています。つまり、ロシア軍では前線に突っ込んでいって敵戦車を叩く役割をミル28に後方から狙撃兵のように長距離ミサイルで敵戦車などを破壊するのにカモフ52を使用することになっています。したがってミル28は敵の攻撃を受けやすいので重装甲となっています。この機体は現在も生産中であり、開戦前年間12機から15機を生産していましたが、生産数を倍にしたとロシア当局が発表していますので、カモフ52同様に年間30機前後が生産されているものと推定されています。ミル24、ミル35系列攻撃輸送ヘリコプターは約15機の損失が確認されています。旧ソ連時代から運用されている中武装ヘリコプターですが、そのほとんどが撃墜によって失われています。ミル8系列多目的輸送ヘリコプターは51機の損失が確認されています。内訳は破壊38機、損傷12機、鹵獲1機です。鹵獲された1機は搭乗員の亡命によってウクライナ軍へ引き渡されました。ミル 8MTPR1 電子戦ヘリコプターは6機の損失が確認されています。内訳は破壊5機、損傷1機です。電子戦ヘリコプターは保有数そのものが限られており、その損失はロシア軍の電子戦能力へ影響を与えている可能性があります。このほか、ミル 35M、ミル26大型輸送ヘリコプター、不明機種など18機の損失が確認されています。その多くは、前線基地や後方飛行場への長距離無人機攻撃によるものです。有人航空機は未確認損失が発生しにくく、実際の損失も確認数と大きく乖離していないと考えられています。次に、無人航空機の損失について見ていきましょう。無人航空機、いわゆるドローンは、ウクライナ戦争を象徴する兵器の一つとなりました。偵察、砲撃観測、目標指示、電子戦、攻撃任務など、多様な用途で運用されています。特に、ロシア軍は、戦術偵察用ドローンを大量投入することで、砲兵戦力との連携を図ってきました。しかし、無人航空機も継続的な損失を被っています。2026年6月14日時点で、公開情報により確認されたロシア軍の無人航空機損失は430機以上です。今回、ここで対象としている無人航空機は、高性能なセンサーを搭載した UAV のことであり、自爆無人機、小型の簡易偵察機などが対象としていません。無人航空機の損失は、対空火器による撃墜だけではありません。電子戦システムによる妨害や通信遮断によって強制着陸させられ、多数の機体が鹵獲されています。ロシア軍の主力偵察ドローンであるオルラン10の損失は約190機です。このうち約100機がほぼ無傷の状態で鹵獲され、残る機体の大半が破壊されています。前線部隊が携行する小型偵察ドローンエルロン3の損失は約40機です。内訳は約20機が鹵獲、約20機が破壊とされています。高性能な熱線暗視カメラを搭載するザラ421の 16E の損失は約35機です。約15機が鹵獲され、約20機が破壊されています。比較的新しい偵察ドローンであるスパーカムシリーズの損失は約25機です。約10機が鹵獲され、約15機が破壊されています。このほか、モハジャー6、オリオン、各種小型ドローンなどを含むその他の損失は約140機です。その大半は破壊されていますが、一部は鹵獲されています。無人航空機も墜落や鹵獲によって確認されるケースが多く、実際の損失は確認数と大きく乖離していないと考えられています。また、経済制裁による部品調達の制約が長期化すれば、現在の損失ペースに生産が追いついていない可能性があります。しかし、デュアルユースの部品が中国から大量にロシアに入ってきている模様で、中国製への部品転換が行われていることから、制裁による部品不足の解消には目処が立っている可能性が高いです。また、
高度なセンサーは持っているものの、中空、航空を低速で飛行する機体に関しては、有力な対空装備を保有する正規軍相手では、運用が厳しい傾向にありますので、今後も大々的には運用されないでしょう。これは、ウクライナ側にも当てはまることで、開戦当初、頻繁にニュースにも登場したバイラクタル、TB2 などの UAV も、ロシア軍の対空ミサイルでの撃墜が相次ぎ、運用が縮小されています。今の運用の主役は、低高度を長距離運用できて、通信機能を持った自爆用無人機、同様に通信機能を持った中距離用のもの、さらには AI により自律的に攻撃できるものに変わってきており、いち早く対応したウクライナ軍が戦争を有利に展開し始めています。長距離ドローンで通信機能があるものは、最終誘導だけパイロットが操縦して、より高付加価値の目標を攻撃できます。中距離のドローンも同じく前線から 100km 以上後方の重要目標にピンポイントで攻撃できます。ロシア軍はウクライナ領内深くで通信機能を保持できる自爆ドローンの投入ができていません。そのため GPS 座標を仕込んで飛ばすだけになっていますので、高付加価値目標の選定ができず、移動できない目標を狙うしかない状態です。このためウクライナ軍は長距離戦略爆撃においては製油所などを攻撃する場合も重要度の高く、復旧に時間のかかる上流装置などを確実に破壊しており、今のロシア軍の燃料不足を誘引しています。また中距離ドローンは前線から 100km 以上後方のロシア軍の主要補給ルートに入り、輸送・補給関連車両のみに絞って自爆攻撃を行い、ロシア軍前線部隊の補給状態を逼迫させることに成功しています。今後は地上型ドローンの自律的な戦闘参加も検討されており、近い将来地上での戦闘の主力もドローンに変わるでしょう。次に支援航空機の損失内訳を見ていきましょう。支援航空機は戦闘機や爆撃機のように直接攻撃を行う兵器ではありません。しかし航空作戦全体を支える重要な役割を担っています。早期警戒管制機は空中から広範囲を監視し、敵機やミサイルを探知します。空中指揮機は各部隊への指揮統制を行い、輸送機は兵員や物資を前線へ送り届けます。2026年6月時点の公開情報によると、ロシア軍の支援航空機の確認損失は24機です。内訳は破壊17機、損傷7機です。支援航空機は保有数が限られているため、確認損失数そのものが実際の損失に近いと考えられています。早期警戒管制機の損失は2機です。ロシア軍の空の目とも呼ばれる A50 早期警戒管制機2機が空中で迎撃され破壊されました。早期警戒管制機は戦闘機や防空システムへ目標情報を提供する中核的な存在です。ウクライナ戦争において A50 を立て続けに2機喪失したロシア軍は A50 を後方に下げましたので、その後の航空作戦や警戒監視能力に大きな影響を与えています。ウクライナ軍が今後航空戦力を増強し、ドローンと有人航空戦力が一体となって反攻に出た場合、早期警戒管制機が後ろに下がっていることで、ロシア軍には大きな不利益が生じるでしょう。空中指揮機及び特殊任務機の損失は3機です。空中指揮機は空中での戦域指揮所として機能すると同時に、無線データの中継基地として前線部隊と後方の指揮所とのコミュニケーションを支援します。1機はワグネルの反乱で失っていますが、2機は前線近くで撃墜または損傷しています。損傷した機体は撃墜された A50 とともにアゾフ海上空で攻撃を受けており、この一件でロシア軍は前線近くの警戒監視能力と指揮能力、通信中継能力を一気に喪失しています。貴重な機体のため、その後は前線近くに出ていないため、最も重要な前線近くでの空中指揮はできない状態になっています。イリューシン 22M 空中指揮機は3機の損失が確認されています。内訳は破壊1機、損傷2機です。損傷した2機についても修理不能とされる深刻な損傷を受けています。電子戦専用機および実験機の損失は2機です。最新の電子戦機であるイリューシン 22PP が1機撃墜されています。この機体は E3 セントリー空中警戒管制機のレーダー波を妨害するほど強力な電子戦機能を持っています。この機体も貴重で高価な機体ですが、1機失ったことで前線近くでの活動が抑制されています。また A50 の後継であり次世代早期警戒機の試験機である A100LL も基地への攻撃によって地上で破壊されました。プロトタイプの2機の A100 が製造されていますので、
A100LL の損失はさほど大きな意味はなかった可能性がありますが、高価な機体であったことは間違いありません。次に大型・中型の輸送機の損失です。大型・中型長距離輸送機の損失は14機です。内訳はイリューシン76大型輸送機6機、アントノフ26戦術輸送機7機、アントノフ12輸送機1機です。その多くはプスコフ基地など前線近くの航空基地で中期中に無人機攻撃を受けて失われました。空中で撃墜されたのは2機です。アントノフ機4機が国士と部品不足で墜落しています。アントノフはウクライナのメーカーですので部品供給が止まっています。ソ連解体時にアントノフはウクライナに移管されています。開戦前、稼働可能状態にある輸送機は350機程度と推定されていますが、そのうち140機がアントノフ機です。そのため、イリューシン系の輸送機にかなりの負担がかかっています。現在、イリューシン 76MD90A が年間わずか数機というペースで生産されています。損失を上回っていませんので、ロシア軍の輸送能力は年々減少しています。大型重輸送機の損失は1機です。ロシア軍最大級の輸送機であるアントノフ22重輸送機1機が破壊されています。対戦哨戒機および特殊飛行艇の損失は2機です。アントノフ 72P 対戦哨戒機1機が破壊され、多目的飛行艇 B200 が1機損傷しています。支援航空機は保有数が少なく高価で、代替機の確保も容易ではありません。特に早期警戒管制機、空中指揮機、電子戦機は高性能で高価格なレーダーや通信機器を搭載しており、短期間での生産や補充は困難です。また、ウクライナ軍による長距離無人機攻撃によって、ロシア本土のウラル地方までの航空基地も安全圏ではなくなりました。後方基地への攻撃が常態化すれば、航空機の分散配置や防空戦力の追加配備が必要となり、航空戦力全体の運用効率へ影響を与える可能性があります。航空戦力全体を見ると、固定翼機118機、ヘリコプター175機、無人航空機430機以上、支援航空機24機の確認損失が記録されています。合計確認損失は718機以上です。実際の損失数もほぼ同じと推定されます。次章では海上・海中戦力の損失について見ていきましょう。